真夜中は基本的に、嘘というか本当のことを言っていないんじゃないのかなというところだけ、ちょっと覚えてもらいながら聞いてほしいんですけど、今回の33話、真夜中の訪問者が、見るところがめちゃくちゃあった。ですけど、今回はタイトルにもなっている真夜中関連の話がね、難しく感じたんだけど、みんなわかった？一応僕の中でね、こういうことなのではという感じで、考察していこうかなと思います。前回からの振り返りなんですが、この真夜中っていうのが、もともと五国村の土地神だったんですけど、鬼人に変化してしまい、本来守るべきであった五国村にある神器、五国の恵みを奪うために、襲ってきていますよということで、それを何とかするために、刹那、琥珀、翡翠たちの、所属する妖怪退治屋と北の退治屋が共闘して、何とかしていったねっていう話でしたね。でもなんでね、そこまで五国の恵みを真夜中が狙っているのかなっていうとこなんですが、さっきもね、ちょっと言ったんですけど、真夜中っていうのがもともと五国村の土地神、真昼間として村の住民に対し恵みを与えていたそうなんですが、そこにですね、国司から年貢を集めるように言われている役人の親子がね、現れます。で、しばらくしてその役人の父親の方がその五国村の村長になったみたいなんですが、これ別に言っていたわけではないんですけど、映像を見る限りですね、村に住む人に対してですね、厳しめの年貢を納めさせていたのかなという感じがします。で、その結果ですね、本来土地神真昼間のおかげで十二分にね、暮らせるぐらい実りがあったんですが、苦しい人もね、出てきてしまいましたよと。で、そんな行為に見かねました村長の娘、おはるが村の人の暮らしを良くしてくださいと、真昼間の社に毎日お参りするようになったんですよね。これそもそもその村長の方をどうにかしろっていう話あると思うんだけど、時代的にもですね、親に対して、今の時代も娘が親にね、なんか言うっていうのは難しいところがあると思います。で、この時代さらにね、難しいと思うので、娘にできることは祈るくらいだったのかなというとこね。あとここね、見てもらうとわかるんですけど、この土地神真昼間のおかげですごい潤っているはずなのに、社ボロボロなんだよね。ここからもですね、すごいその村長っていうのは真昼間をないがしろにしているのかなっていうね、見方もできるかなというとこですね。で、そのようにおはるがお願いしておりましたら、真昼間がこの神器である五国の恵みを貸してくれるんですが、なんと村長、その神器までも己の欲望のために娘から奪い取りまして、どっかに隠してしまうんですよ。これでですね、真昼間は人間に騙されたと。村長にだと思うんですが、不信感をね、抱いていきます。さらにそれよりもですね、どうやら土地神っていうのはこの神器を失いますと、土地を守れなくなってしまうみたいなんですよね。だからこのおはるに五国の恵みをね、取り返してきてくれっていう風に言いまして、おはるもですね、借りたのはおはるさんなんで、自分のせいっていうのもちょっとあると思いますので、取り戻そうと努力するんですけど、どうにも取り返すことができない。で、次こそは取っていきます。次こそは取っていきますっていう風になるんだけど、5億の恵みをね、取ってくれっていうか見つけることが、できなかった。そんなやりとりがね、何度もあったんですが、最終的にですね、おはるが真昼間に村を捨てて一緒に逃げ出しましょうと言ってくるんだよね。これ、いや、神器、五国の恵みどうするねんっていうね、話だと思うんですが、真昼間これ承諾します。一緒に逃げようっていうのを、いいよって言うんだよね。これ急に何言ってんだこの二人はと。真昼間もこの村とかどうでもいいのかなって思うんですが、その、真夜中の話聞いてみますと、その神器が取り戻せないならば、もはやこの村を守ることもできないし、いても意味がないと。すごい自分の存在自体に、これ神であるがゆえにかわかんないですけど、意味を求めているところがあるんですよね、真夜中っていうのは。だから全部捨ててしまおうっていう風に言っているんですが、多分ですね、それプラス、ここでは言ってないんですけど、おはると共にね、行きたいっていうのも思っての行動なのかなと思います。というのもですね、これ刹那の見た、絵西による話なんですが、何度もね、おはると出会っていたわけなんですけど、そこで、恋愛感情をね、育んでいたと。真夜中の間に、五郎っていうね、子供もできていたわけですから、それぐらい互いを、何やかんや思い合っている話があったみたいですね。だから村を捨てても、おはるとね、共に行ってもいいのかなと思っていたのかなというところでございます。で、こっからですね、さらにちょっと今回の妄想ポイントに入っていくんですが、その村からね、共に、逃げる当日、その日におはるが現れなかったと言いますか、時間に遅れてしまったみたいなんですよ。これなんで遅れたのかね、よくわかんないんですが、そのせいでですね、村長と同じくおはるも裏切ったんだと、思った真昼間は一人で旅に出ちゃうんだよね。で、それから数十年後、真昼間が再び村に戻りますと、村がすごい栄えていますよと。けど、もうこの土地にね、実りの力がないっていうことと、おはるが死んだことをね、ここで知ります。で、その真昼間はなぜ好きでもない俺を誘惑して村から誘い出そうとしたんだと言いながらもですね、村に攻撃をここからね、し始めていくよというわけなんだよね。で、これはおそらく、その、意味をね、求めている真夜中さんの、最初のね、目的、意味だったのが、村を守ることでございます。で、その次の目的となったのが、おはると生きることっていうのがあったと思うんですけど、この両方が、もう完全に叶うことがなくなってしまったよと。これにですね、絶望し、自暴自棄になったのかなっていうのと、またはですね、もともと五国村の土地神でありましたし、その五国の恵みの持ち主だから、その潜在的にですね、おはるが近くにいるっていうところを感じ取ったのかなっていうのもあるのかもしれませんね。だからそのおはるの死の真相っ
っていうのを知るために五穀の恵みを狙っていった。そこに行けば真相がわかるのではないのかっていうことで行動を始めたのかなっていうのも考えられる？どうすかこれ。かっこよすぎるこれだと。で、実際お春どうなったのかっていうとこなんですけど、五郎の話をね、すごい鵜呑みにすると、この五郎が生まれた後、5年、真夜中をね、探し続けたみたいなんですが、見つからず、真夜中に詫びながら亡くなったと。で、その後、五億の恵みのよりしろに使われたのかなっていう感じなんだけど、そもそもこのよりしろっていうのもね、何なのかわかんない。それかですね、仮に五郎に5歳の頃全く心がなかったと仮定して、すごい悪く考えると、この五穀の恵みのよりしろにされたことで、お春が死んでしまったっていうのもあるのかなっていうとこね。これがですね、その五億の恵みを取り戻すっていうのが、一応、昼間との約束だったので、そのために自らよりしろになったのか、さらに悪く思うと、この土地神がいなくなってしまったことへの悪影響があるんではないのかと、村長が考えた可能性ね。で、そこで目をつけたのがお春と真昼間の間に生まれた五郎ね。一応半分は神ですから、その真昼間の次の土地神として狙われていた。けど、お春に逃がしてもらい、難を逃れたが、代わりにですね、逃がした本人であるお春が、五億の恵みのよりしろとなることで、ちょっとですが、代わりにされてしまったっていうところね。だからこそその五郎っていうのは、なんか幼い頃に村を出たっていう風に言ってるんだけど、こういうところが原因だったりするのかもねっていう話。でもそうなるとね、五郎さん、もっと村恨んでいいよなっていうのがあるんだけど、そんな描写がなかったので、どうなのかねっていうとこね。でも理由はともかく、五億の恵みの、よりしろにお春はされていたわけなんですが、それをですね、刹那がゆかりの断ち切りで、真夜中と五億の恵みの縁を断ち切りまして、互いに会いたかった真夜中とお春を合わすことができました。これで、二人とも心残りがなくなったので、共に天にね、キスことができましたよと。で、おそらく、五億の恵みがよりしろがね、必要だったと考えると、そのよりしろであるお春がいなくなったことで、五億の恵みもね、機能を停止したのかなっていうところではないでしょうか。そんなところがね、とりあえず、真夜中とね、お春にあった悲しい物語なのかなっていうところなんだけど、すごいぼやーっとしてるところありましたので、とりあえず、村長が悪いっていうところだけね、覚えてもらったらいいんではないでしょうか。あとはみんなの中でね、うまいこと紹介してもらって、こういう考え方もね、できるとかあればコメントお待ちしております。それでは、ありがとうございました。